感じかな。はい。ペナインウェイ11日目です。今日はオフの日で1日ここで、ここじゃないんですけど、今ハビットっていうところに泊まってて、で、正午くらいに、テント張ってテント移動して、そこで一泊して、明日から残り、昨日4日って言ったけど5日でしたね。残り5日。だから5回で、あと150キロくらいだから、でも1日25キロちょっとくらい。本当にでも結構長いのも待ち構えているというような感じです。で、今日はひたすら読書をしてから過ごそうかなと思っているんですけど、お昼は、近くにパブがあるので、そこ行ってビール1杯くらい飲んで過ごそうかなと思ってるんですけど、それ以外は読書して過ごそうかなと思ってます。で、今記録してるのはこの10日間でいろんな本とかポッドキャストとか、あとは何も聞かずに考えたりとかする中で、何を思ってきたかで、10日目現在で何を思っているかっていうのを記録したくてこれを撮ってます。で、今読んでいるのがトマ・ピケティっていう、経済学者の21世紀の資本っていう、この資本主義を考える上では、この資本主義から生まれる格差だったり不平等とか、そういうのを考える上では名著と言われているような本で、フランスの経済学者が書いた2013年に出版された本です。それを今読んでます。こういう表紙はこんな感じだ。見えるかなやつです。で、なんでここにたどり着いたかっていうのをちょっと話しながら振り返ると、まず自分のやりたいこと、人生において成し遂げたいことってなんだろうっていうのを振り返って考えてみると、やっぱりこの機会格差の部分だと。多分これは僕がマイノリティとして在日コリアンとして日本で育ったので、そこがただただ見えやすい環境にいたからそう思うんだと思ってるんですけど、これは僕の本心で思ってますと、この生まれた環境とかによって機会、何かにチャレンジするだとか、何かになりたいって思ってもその時に機会が提供されないっていうことは往々にして日本だけ見てもあるし、日本だと特に親とか教育格差とかそういうものだと思っていて、世界で見るとまだまだ全然あると。アフリカの子供たちとアメリカにいる子供たちの教育格差だったり、あとはそもそも勉強の後も仕事をするってなっても選択できる職業が限られていたりだとか、だからその生まれた家庭によるいわゆる、富の差によってその機会が全然違うと。富以外はもちろんあると思うんですけど、富があれば基本的に解決できる問題がたくさんあると思っていて、そこに帰結するのかなと思いました。で、その機会の格差、機会の平等って不平等ってどこから来てるんだろうっていうのをいろんな本とかを
読んで見てみると、この資本主義または民主主義の可能性もあるっていう、これも経済学者によって議論されているポイントが違うんですけど、基本的にはこの資本主義の構造がその格差を、生み出すものになっていると。だからこのピュアな資本主義、プラスアルファで民主主義の話は絶対に避けては通れないんですけど、この大きな要素は資本主義だと僕も思っていて、ピュアな資本主義をそのまま許容していって自然的にその格差が埋まるっていうのはありえないっていうのは僕が信じているところで、いろんな経済学者とかが言っていることです。だからこの機会の格差をなくすことはできないにしても是正するためには僕は2通りあると感じていて、一つが、資本主義の変わるものを作るっていうこと。だからもう資本主義を丸々取り替えるっていうことです。論理的にはこの選択肢があると思うけれど、僕はこれはあまり現実的ではないなと思ってます。なぜなら、資本主義を変えるっていうことは多分資本主義ってあまり知識深くないですけど、数百年くらい続いているものであって、このシステム自体を変えるとその移行期にさまざまなネガティブな要素が発症するということ。あと一つは時間がかかりすぎるということです。で、2つ目、これが僕が成し遂げたいことだなと思うのは、この資本主義っていう土台はある上で、その格差を是正するようなものを作る、仕組みを作るということです。これはいろいろ言われてるんですけど、民間とあとは政府、民間ができる領域と政府ができる領域っていうのがあると思っていて、例えば政府だったら言われているのが、富裕税、富裕増税、富裕税を、作るだとか、累進課税制度を作るだとか、あとはあれですね、ベーシックインカムの制度を作るだとか、そういった方法でだから資本家から、お金がちゃんと、貧しい人たちに平等に流れるような仕組みを制度として作るということです。で、これは一つの国の、例えば政府の職員とかになってある程度の位置まで上り詰めてそういう政策をするっていうことは個人としては可能かなと思うんですけど、僕は、今韓国籍を持って日本に住んでいます。で、これからこれを変えるつもりも全くないので、そもそも公務員にはなれませんと。で、もう一つが、政府機関、いわゆる世界銀行だったり、そういうところに行ってから、この世界の世界全域に制度を作ったりだとか仕組みを作るっていうことをするっていうことなんですけど、これは候補としては将来的にはあり得るかなと思う一方で、このやっぱ政治的なところがあったりだとか、特に世界銀行とかはちょっと欧米的なところがあって、本当にそれって正しいことなんだろうかっていうことは話を聞いてたり、あとは情報を集めたりしてすごい懐疑的に思っているので、そこを第一目的にするっていうことは今のところはないって考えてます。そうなると、パブリックの方、民間のセクターで自分が正しいと思うことを粛々とやって、この格差を
を是正するっていうことにつなげられればいいなと、自分の人生をそれに捧げるっていうことにすごい意義を感じるなと今のところは思っています。でその民間というのはやっぱり、会社を作ったりだとか、会社じゃなくても株式会社じゃなくても、財団 NGO、NPO とかでもありますし、組織を作ってから、政府じゃなく民間の方から何かそういう、機会の平等を成し遂げる、是正する、機会の不平等を是正するような仕組みを作るっていうことの方が現実的だし、なんか自分としてもしっくりくるなと思ってます。じゃあそれをするには何をすればいいかっていう、この足元を見た時に今僕は、それをするにはそうだな、2通りあるかなと思っていて、一つが自分で事業をするっていうこと。ここが自分が得意で自分にしかできない領域っていうのを探して、そこでできる限りのインパクトを生み出すっていうことをできれば、すごい自分で事業を起こして、それがこの資本主義から来る機会の不平等を是正するっていうことができるかなと思っていますと。でもう一つが、富の分配の方に回るっていうことなので、この市場経済のトップに行き、いわゆるお金を稼げるところまで行って、そこで、ある程度の力を持ってから、財団を作ったり、あとはファンドを作ったりしてから、その稼いだお金を分配する仕組みを作るっていうことです。だからいわゆる外から攻めるか中から攻めるかっていう話だと思っていて、外から攻めるのは起業してから、新たな仕組みを作るみたいなニュアンスですね。だからこの資本の流れっていうのが、お金の流れっていうのがあると思うんですけど、外側に何かそこを刺激するような仕組み、事業を作って、そこから流し込むような、例えばフィンテックとかだとすると、そうだな、これは今ある事業なんですけど、例として挙げると、今まで、信用がなくて、クレジットカードとか、あとは金融アクセス、銀行とか使えなかった人に、このフィンテック、テクノロジーの力を使って、例えばスマホのデータとかからその人のクレジットスコアを出して、そこから、金融にアクセスできるようにするということが一つ、この外側からのアプローチとしてあると思うんですよね。だからこの金融アクセスっていうところに今までアクセスがなかった人たちをつなげることで、この富の再分配じゃないですけど、この格差が広がる中で、そこの格差を縮めることに貢献できていると思うんですね。それが一つで、二つ目がこの格差はありますと。富むものは富む、いわゆるお金の資本家たちは、その資本を使ってどんどんお金持ちになっていきますと。で、労働してる人たちはそれにその成長スピードに追いつかないので、ここがどんどん離れていくっていうのが格差の原因なんですけど、僕はこの上側の資本家に入って、ここで、ある程度上り詰めますと。上り詰めて、ここからしっかりと信念だったり道徳とかを忘れずに、自分のために資産を築くんじゃなくて、この格差の拡大は許容しつつ、これがどんどん伸びるこっち側に所属しながら、何か、ここ
属しながらこれを再分配したり投資したり、それはいろいろやり方があると思うんですけど、流し込む仕組みを上から作るというような2つのパターンがあるかなと思っていて、これはこれを決めるためには、自分が得意な領域であるかどうかっていうこと、自分が得意なのはどっちかっていうことと、あとは自分にしかできないことってなんだろうって考えることなのかなと。多分この2つを考えられれば、あと1つだな。3つ考えることがあるなと思っていて、1つは自分が得意なことであるかっていうことで、これを似てるんですけど、2つ目が自分にだからこそできることかどうかっていうこと。人にできることをやっていても多分僕はあまり熱量を 100% に割けないなと思うので、これは重要だなと思っています。で、3つ目がそれをすることによってどれくらいのインパクトがあるかっていうことです。もちろん意味のあることっていうのは世界にたくさんあって、足元だけ見ると目の前の人を助けるっていうことでもその格差を是正するっていうことももちろんできると思います。でも僕の性格的にそのスケールは大きければ大きいほどやっている意義を感じる人だなと自己分析をしているし、今まで見ても結構何事もこれって根本的に解決されてるのかなって常に問うことがあるので、スケールはすごい重要視するなと思ってます。この3つを考えて、さっきの外側から攻めるか内側から攻めるかっていうことを考えたいと。で、それを知るには僕はまだ情報量が全然ないなと思っています。特にこの資本主義って何ぞやっていうところとか、市場経済って何ぞやっていうところをこの本とか人から聞いた話とかでは知っているんですけど、それって結局曖昧な情報でしかなくて、自分の体で得た情報ではないから、多分そこで今選択をして振り切ってもどこかで違うって思ったりするタイミングが来るなと、僕の経験上思っているので、これで足元を見ると、僕は一旦資本主義とは何なのか、何がいいところでどこに仕組みを作れば一番インパクトを与えられるような事業ができるのかっていうことを考えたいなと思っています。なので今年の10月から、日本で日本の投資銀行っていうところ、いわゆるこの資本主義のトップって言われるようなところ、トップっていうのはディールの金額もそうですし、あとはこの資本主義にとってこの資本家っていうのがやっぱり一番支配権を持っていると。で、投資銀行っていうのは上場企業とかを相手にしたりだとか、あとは上場企業の株を買う人とかを相手にしたりだとかをするわけであって、まさにその、さっきの格差でいうこの上の部分に触れることができる仕事だと。で、そこで少なからず3年間ですかね。まず絶対にそこで働く期間っていうのは3年だと思ってます。というのは一つのことでプロフェッショナルになるには、1万時間必要だと言われていて、それをだいたい労働時間、だいたいすごい激務なんで1日10時間って考えると3年くらい必要だなっていう計算なんですけど、3年間はいないと何もわからないと思うので、3年間は絶対にいると。で、その後は常に今考えているようなことを働きながらも考えて、どこに行くべきなのか、
続けて資本主義について学ぶべきなのか、あるいはそこから抜け出して、外側からアプローチした方がいいなとか、いやこれは内側からアプローチした方が僕はいけるなとか、いろいろ思うことがあると思うんで、それはその時になってみないとわからないし、10月から働くにあたって考えるべきことはそこだなと思っています。っていうのが現時点で、この21世紀の、資本論、21世紀の資本っていうのを読んでる理由は、この資本主義って何ぞやっていうところを、経済学者だとか、そういう人たちから学ぶっていうことも必要だなと思っているので、今読んでますと。この3年間、そうだな、サラリーマンとして働いてる間の僕がすべきことは、この資本主義って何なんだ、市場経済って何なんだ、何が強みで何が格差を生み出していて、何がインパクトを、どこに仕組みを作ればインパクトが最大化されるんだろうということを考え続けることだと思っているので、これは今のところまだ最初のあらすじの部分しか読んでないんですけど、読み続けるべき本だなとは思ってます。というのが今の、10日目にした、現段階、自分の人生を考えてたどり着いた現状です。結構20分ぐらい話してるけど、話しながら結構言語化できている部分もあるかなと思っています。で、もう一つ話しておきたいのが、自分がやっている NPO について。自分がやっている NPO もこの機会の格差っていうのを、どうやって実際社会実装、機会の格差をなくすっていうのをどうやって社会実装をするかっていうのを、いわゆる実証実験できるような場だなと思っているっていうのが一つで、もう一つが目指しているのが、僕の人生のビジョンと一致するもので、この必要なところ、必要な人に必要なだけのリソースが行き届くような世界になってほしいと思っていて、その中で、課題があるなと思っているのが非営利の業界だと思っています。非営利って社会にとって必要なことをやっているにもかかわらず、優秀な人とかお金が集まらないっていうような現状がすごくありますと。で、僕はそれが少しでも是正されるような世の中を作れればいいなと思っていて、それを、営利企業とかで働いている人たちの隙間時間とか、あとは専門的な知識とかを使って、是正したいなと思っていますと。そういうような活動をしているんですけど、それはそれで本業の傍らやる意義はすごいあるなと思っていて、常にこの僕が何を成し遂げたいかっていうのを忘れないっていう部分でもそうですし、実際この社会でどういうことが機能するのか、何をすればこの非営利という業界、この資本主義における非営利という業界で、そのリソースの格差っていうのを減らせるのかっていうのを実証実験して、もしそこで機能すれば本当に非営利を変えるような仕組みが生み出せるかもしれないっていう意義もあるので、そうですね、それは粛々とサラリーマンをしている間は僕が舵を切って、理想はあんまり僕はこの団体は僕が代表でゴリゴリ引っ張っていくっていうことはしたくないんですけれども、責任感としては僕が引っ張っていくくらいの気持ちでしっかりと続けていきたいなと思っています。はい。っていうのが今の現状です。そうだな。終わってみてからどう変わったかとかはまた話してみようかなと思うんですが、10日目3分の2くらいが終わった時点ではこのくらいのこんな感じの現状になっていますという報告でした。はい。
今日も一日読書とかしてゆっくり休んで、残り5日しっかり歩ききれるように備えたいと思います。以上。さよなら。